さあ、今回は僕のおすすめ怪獣フィギュア、ソフビトフィギュアですね。3選を紹介したいと思います。もうすでに画面にはそのうちの2点映ってるんですけど、まず1点、僕のチャンネルでは結構おなじみなんですけど、YMS 製のサクラコングっていう怪獣ソフビです。キングコングじゃないですよ。サクラコングっていうね、オリジナルの怪獣なんですよ。いいね。これね、何がいいって、クオリティと質感とサイズ感とこの遊びやすさ。手がパーなんですよね。グーじゃない。これはこれでいいと思う。なんか組んで戦えるっていうね。これいいでしょう。ただね、問題は、これいいなと動画で見て思ってくれた方も、今なかなか手に入れづらいのかなと思いますね。僕は前、埼玉県の桶川っていうところにある海古堂っていうレトロ玩具店があるんですけど、そこでね、普通に、中古じゃなくて、作者さんが委託して販売されてたんですよね。それで買ったんだけど、今はどこで買えるのかな。やっぱりもうマンだらけとかになっちゃうのかな、売ってるところは。もしかしたらそういうイベントとかで、この YMSF さんのね、ブースで買える可能性もあるんですけど、カラーバリエーションもあって、白いやつとかもね、すごいいいんですよね。これはね、結構僕のチャンネルでも紹介っていうか動画で登場することが多いんですよね。口ね、これね、ちょっとホコリがついてるの。開いてるバージョンと閉じてるバージョンがあります。はい。僕は開いてるバージョンにしました。当時いくらで買ったっけな。でも5000円ぐらいだった気がしますね。それ定価だから、今なかなか5000円で買えることはないのかなと思うんだけど。若干腰がね、ガタガタしてるんだけど、それを除けば、完璧なソフビかな。かなり硬い素材のソフビですね。はい。この YMSF さんのね、最近結構いろいろクトゥルフとかも出てるんで、結構ね、いいソフビどんどん出てるんですけど、なかなかね、買うのがね、ハードルが高い部分もあるんですけどね。価格というよりは、入手難易度が高いという、感じです。値段はそんなに高くないんだけどね。他のに比べるとね、普通の怪獣ソフビとかと比べると高いかもしれないけど、はい。1体目、サクラコング。2体目、こちら、ババーン。ゴジラマイナスワンっていう最近やってたゴジラの映画、もう公開ほぼ終わってると思うんだけど、の怪獣砲攻撃か。っていうフィギュアです。これは多分、ソフビじゃないんですよ。フィギュアなんですよ。ゴジラ2023ですね。これね、UFO キャッチャーの景品でちゃんとバンプレスなんだけど、UFO キャッチャーの確率機で取りましたよ。めっちゃ苦労した。ぶっちゃけ、その当時のメルカリ相場とかよりも高くなっちゃったかもしれないけど、もう欲しかったんで、これはね、意地でも頑張って、協力も得て、はい、ゲットしましたよ。これね、開けてないんですよ。いやもうね、フィギュア好きの方ならわかるかもしれないけど、こういうのって開けれないんだよね。箱もいいじゃん。いやー、これね、この動画を機に開けろよって話なんだけど、もう箱が超かっこいいのよ。これが入ってるからね。この重さで楽しめるっていうね。はい。これは今ね、なかなか UFO キャッチャーのこういうゲーセン行ってももうないんですよね。で、メルカリとかも今ね、3500円ぐらいで売ってる人が多いかな。こういう未開封品だと。もうね、駿河屋が2300円とかの買い取りにしちゃってるから、安くならないんですよね。だからなかなか買ってくださいとも言いづらいんだけど。でもね、普通に UFO キャッチャーの景品ってことを考えなければ、普通にフィギュアショップとかで売られてね、この UFO キャッチャーの景品じゃなくて、このクオリティのフィギュアだったら、3500円でも安いと思うんだけどね。これはいい景品でしたね。これ絶対欲しかったのよ。ゴジラマイナスワンの。はい、フィギュアです。これが2個目の今のおすすめですね。今は入手難易度で言ったら別に3500円出せば入手できるって考えるといいかな。この子なんで5000円定価でも今買えないからね、基本。あと、この色は買えなかったりする。もっと黒いやつとか別の塗装バージョン。それはそれでいいんだけどね。で、次もおすすめしといてなんだけど、これ次ラストなんだけど、僕の動画で結構紹介してるんだけど、おすすめしてたとしても買えるかって言うと微妙なんですよね。これ、だいぶ前に、中野のもう何年も前ですよ。まだね、当時もソフビブームではあったんだけど、今ほど価格高騰してない時期だったから、15000円とかで定価で買いました。定価っていうのはマンだらけで買ったんですよ、中野ブロードウェイの。
だけど、中野ブロードウェイの委託販売みたいな感じのやつなんで、中古品じゃなくて、そのメーカーからね、直接買ってる感じにはなるんですけどさ、めっちゃ飾ってたから汚れちゃってるけど、あとね、最近結構戦ってるから、最近っていうか前結構戦ってたじゃん、動画とかで。だからね、若干傷んでる可能性はあるんだけど、これね、ゴサウラです。はい。首が2個ある怪獣で、めっちゃでかいですからね。あと、中古になるとなんか、ここが取れやすくなったりしてるのもあるらしくて。はいはい、尻尾がね。折れたりもするからね、こういうのはね。これ、組み立てるの大変だったよ。結構硬くて。もうこうテーブルに乗り切らないからね、なかなか。もう大変。ただ、迫力あるでしょう。まあ、色はね、空張りでいろんな色出てて、ぶっちゃけこの色もかなりいいんだけど、もっといい色もあります。確かに。ヤフオクとかメルカリ探せばまだ買えるかもしれないけど、まあ定価では買えないかな。15000円とかでは全然買えない。2万円以上は覚悟しないといけないのは間違いないですね。もう3万とかするのもある。空張りによっては。よくなんかワンオフっていうことが書いてあると思うんだけど、それってなんかその空張りは1個しかこの世にないみたいなやつらしいんですよね。まあ、これはそうじゃなくて、そのマンだらけのスペシャルセブンっていうお店かな。ソフビの専門店のマンだらけで、限定販売みたいな感じだったんですよ。で、僕、そのもう何年も前よ。何年も前だったから、まあ、並んだりせずに買えたんですよ。別に発売日の別に午後ぐらいに行ったら、店舗に置いてないのよ、どこにも。ゴサウラ売ってますってネットには載ってたのに、店舗に張り紙もないから、もう当然売り切れたなと思って、一応店員さんに聞いたんですよ。ゴサウラってありますって。そしたら、奥から出してきて、ラスト1個ありますよ、みたいな。買いますと。言って買えたんですよ。これはいいソフビデオ。まあ大きくて迫力もあるし、何よりこの、まあ簡単に言うとゴムラの顔が2個ついて、しかもバージョンアップしたみたいなやつなんですよ。これやばいっしょ。これ今、これはね、やばいんですよ。これはね、ただ置き場には困りますよ。絶対みんな買ったら。まあ、いちいち分解すると傷むから、それはしないと思うんで、尻尾長いんだよね、これ。わかるかな？尻尾がめっちゃ長いから、結構、まあ、だからかっこいいっていうのもあるんだけど、置き場には困りますね。僕もショーケース入らないもん、このサイズ。僕のショーケースには入らないし、そう、だから普通に棚の上とかに飾るんだけど、ちょっとホコリついちゃうのが嫌なんだよね。今も多少ホコリ取ってきたんだけどね、取り切れてないんだよね。そう、かっこいいでしょ。だからゴサウラとこのサクラコング比べるとこのデカさのさ、サクラコングも普通に大きいんだよ。800サイズの大きさはあるのに、この大きさのさ、だからウルトラマン最近のブレイザーと比べると、こんなでかいからむしろラスボスとして戦わせられるし、サクラコングは僕の中で結構やってるのは、最初敵なんだけど和解して味方になって一緒に戦うみたいな、共闘するみたいな遊び方ができますね。はい。ってことで、3つ目はゴサウラでした。他にもね、結構まあ、インディーズだったり、インディーズじゃないのも含めて、いろいろとおすすめのソフビはあるのですが、そう、今日はちょっと、あえて3選ということで、ちょっといろんなタイプ。まあ、この2つはちょっと入手難易度高いんだけど、これだったらまだ入手できるのかなと思って、怪獣砲攻撃は。まあ、ちょっとね、駿河屋の今中古で見たら5000円ちょっとしたんだけど、メルカリとかうまく利用すれば多少安くは買えるかな。もしくはどっかの UFO キャッチャーでまだ言ってもそんな経ってないから、残ってて、取りやすくなればいいのかなと思うんだけど、結構プロの人がこういうなんか、UFO キャッチャーの景品でも価値があるやつってすごい取られちゃったりしてすぐなくなったりするのよ。最近でこのゴジラでデフォルメされてるバージョンのやつもあったんだけど、それは僕が行った時にはもうなくて、まああるゲーセンもあったんだけど、ちょっとね、設定が厳しそうだったからやんなかったんですよ。はい。なのでちょっとこういうおすすめがありますよという、紹介をしました。ちょっとね、これをテーブルの上に乗せます。はい。この迫力よ。こうやってこうかな。こんな感じで。こうなるからね。でで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 でやべえ、すごいっしょ。これはテンション上がるね。はい。なので皆さんはまあ、こん中だとこれを買うのがいいかな。
もしくは YMSF とか、あとこの五サウラは、プラネット X っていうメーカーで、今も五サウラだけじゃなくていろんな怪獣だとか、あとウルトラマンの本当の怪獣を版権取って、このプラネット X 風にしてたりするんで、それもみんな魅力的な装備いっぱいあるんで。今ね、前に比べて本当ね、こういうインディ装備って人気のやつって買いにくいらしいんすよね。やっぱり人気になったからね、インディ装備も。だから、今のうちに、もう買うしかないよ。もう今しかないよ。もうどんどん買いづらくなるか、もしくはプラネット X さんが5サウラめっちゃ作り出すかね。で、めっちゃ買いやすくなるか。そっちがいいけどね。はい。もっとあと、他にもね、いろんな怪獣あるんで、ゲットするといいと思います。あとはまあ、マンダラケとかでたまにね、マンダラケとかカイコ堂とかもそうなんだけど、すごい安い時もあんのよ。今はないのかな。昔はね、もう、今だったらもう3万円出しても買えないやつが7000円ぐらいで売ったりとか全然あったんだけど、どうなんだろうね、今はね。桜コング今、介護堂に行って、桜コングはなかった気がするな。他にもマンダとかね、いろいろあったんだけどね。今は介護堂で何が買えるかわかんないし、あと YMSF さんのそういうイベントとか行って、僕もヘドラとか買ってたけどね。ヘドラね、紫のラメのヘドラ。で、ネックレスになるやつ持ってたんだけど、あれはね、熊本に行った時にね、中村さんにお世話になるってことでね、プレゼントしたんですよ。そう。ちょっと喜ばれたかどうか謎なんだけど、まあ一応ね、気持ちとしてプレゼントしちゃったから今ないんで、うちに。僕あと YMSF ソフビだとね、マンモスとか持ってるかな。はい。プラネット X と YMSF。あとアマプロっていうソフビメーカーもかなり僕好きなんだけど、おすすめになってますんで、よろしくお願いします。はーい。それではまた。バイバーイ。今回もコレクション紹介でした。